スパイのバサラカ5月19日放送分のアイドリングトークです。本編の収録準備ができるまでお付き合いよろしくお願いします。はい、メールいただいてます。ラジオネームみよっぺさん。はい、ありがとうございます。洋介さん、健太さん、こんばんは。こんばんは。リバースツアー大阪名古屋に参戦いたしありがとうました。ございます。どちらの公演も最高で新年度の憂鬱さが吹き飛びました。はい、さて私は今大学4年生で、うん大学生活も残すところあと1年を切ってしまいました。うんもう卒業単位は取れているので授業を取る必要もあまりないかと思っていたのですが、授業一覧を見ていたところとても興味深い名前の先生が、はっきりと名前は出せないのですが、スパイのメンバーのどなたかの名字とどなたかの名前が組み合わさったお名前の先生がいらっしゃったのです。その先生の分野は私の専攻と全く違うのですが、運命を感じ授業を取ることにしました。そして先週初回の授業があり、先生とも初めてお会いしたのですが、これがまたかなり思想が独特な癖強の方だったのです。でもなぜか授業を分かりやすく面白く、癖の強さを除いたら何の文句もない内容でした。スパイアさん、面白い授業に巡り合わせてくれてありがとうございます。さてお二人は最近運命を感じたものエピソードはありますか？今日も放送を楽しみにしております。はい、面白いですね。面白いですね。何だったんだろうね。なんだろうね。わかんないですけどね。いや、もうこのでもさ、すごい、卒業単位も取れてるってすごくね。すげえ。いやもう俺がそもそも大学の仕組みがあんま分かってないからあれなんだけど、どうなの？1年前ってことでしょ？です。だから卒業単位は、俺は128単位。それは何でもらえるの？授業を受けたら受けて、評価をもらえたらが1単位。赤点だったらもらえない、授業を取ってても。じゃあ結構だね。で1単位の授業もあるし、2単位の授業もあるし、4単位の授業もある。へえ。なんか週1回しかない、週2回あるやつは、それを取れば4単位とかで、逆に週1回しかないやつは1単位2単位とか。なるほどね。だった記憶があるな。でだから3年でもう120ちょい取ってるってこと計算でいいよ。でもさ、3年で120ちょいでしょ？で前期後期がある。いやでも120は変わらないってことでしょ？いや前期と後期合わせて1単位みたいなことはないってことでしょ？が、それもあんの？ないでしょ？だから1個に対して1個ってことでしょ？で1年間で取れる上限は確か48とかだった。だから3年で全部取ればもう4年はもうって感じな仕組みにはなってる。真面目にいけば3年で取れるよってことだよね。120いくつってことは40で真面目の中でも相当頑張んないと。いやでもさ、どうなの？その評価をもらった段階で評価が0点っていうのはあるの？赤点があるのか。そうか。だからそう、ちゃんと、例えばレポートの評価が D だったら、それは単位を取得できない。どんだけじゃあすごい頑張ってるね。それ確かにそのあれだったらすごいわ。あとその出席点もあるし、あとそのねたまにある抜き打ちテストみたいな。そういうのもあるんだちゃんと。それはすごいわ。素晴らしい。だからすげえよ。ね、すごいね。でそのまあいいかで思ってたら、名前に惹かれて授業受けたら苦節用の先生だったって話ね。勉強好きなんだろうね。いや素晴らしいけどね、やっぱり。だからそういう大学はだから仕組みだから4年でちゃんと就活をするにはそうやってやっとかないとダメなの。そうか、最後の1年をちゃんと使うためにやったことね。俺ひどかったよ。大学2年か3年の時かな、1年を通して取れた単位が8とかだった。ひどいね。いやひどいね。本当にひどいね。もうそれは8。8はひどいわ。なんかGPA だっけなんかねあるのよ。その大学生のレベル指数みたいな。平均が 3. 点何とか、その年の俺 0.08 とか。すごい視力悪くなったね急に。なんかそんなのあって、だからそれも面接で、企業の面接で見るところはあるからみたいなことはめっちゃなんか言われてたね。へえ、すごい。就活しなかったけど俺の場合は。
まあでもだからもうこの場合だから週1回とかね学校行くの。素晴らしいね。はい。で運命ですよ。運命ありますか？運命しか感じてないよね。やっぱりずっと運命だよね。ずっと運命、人生なんて。いや言い換えれば全部そうですよ。もう全部運命ですよ。言い換えれば俺の人生全部エピソードですよ。特にですよ、この場合は。うわこれ運命って。それ全部運命だったら全部説明するのめんどくさいじゃん。まあ家かな、住む場所はやっぱ運命だなと思うよね。どういうところが？運命でしか引っ越し先は決めないね俺は。やっぱりなんだろう、こうドア開けて入った瞬間に運命だって感じない限りは引っ越さない。でもその運命のさ、そのあれがあるじゃん。運命指数？違う違う。平均なんて運命指数 3.5 のところがやだよ。それこそロマンないじゃん。運命の道しるべみたいな。どういう話？例えばそれは引っ越ししたいって思った瞬間があったからの運命であるわけじゃん。でも今の家とか俺運命だってマジで思ったよ。作りもそうだし、引っ越ししたいと思って内見に行くのが、いやだ俺特定の地域が好きで、でもそこってなんていうの、こう引っ越し入居者の数が居住できる範囲に対してものすごい倍率なわけ。人気で、で俺も引っ越したの2丁目先なんだけど、前の家から、で、犬もいるから、ペット可の物件を東京で探そうと思うとその割合が多分3分の1以下になるわけよ、ペット可の物件って。ただでさえ入居希望者が多い地区で3分の1以下になって、でこうしかもドラムの機材を全部家に置きたいと思ってたから、その広さも確保できる、さらに家賃がバカ高くない、もうこの条件なかなかないわけよ。だから1年かけて探さなきゃいけないなって俺は思ってて、で1年前からずっとスーモを見続ける覚悟を持って、見つかった瞬間にすぐに、行けるような状態を整えて、家探しを始めたわけ。そしたら1週間後に見つかったの。びっくりよね。運命って思ったよね、さすがに。なるほどね。じゃあ引っ越ししようと思ったら、今のうちがすぐ見つかってくれたと。そうだからちょっと焦ったところもある。別にさなんか1年かけて、なんか1年後に引っ越し資金だなって思ってたから、あれすぐいるみたいなすぐじゃんって思ったけど、でもそれはね、引っ越ししたいっていう自分の意思が呼び込んだ運命、分かんない。でもやっぱ天からのお告げで引っ越ししたいって思うよってもうそれやったら何でも OK だよ。いやあるんですか運命は。運命、運命なんだろうね。俺ないね。いや言ってるやないですか、いつも古着と出会うのは運命だって1回しかないって。いやって言ってるじゃん。こじつけではあんなもん。急に現実出てきた。欲しいから自分が欲しいから買ってるだけだよね。びっくりしたよ、先月の引き落とし見たら焦っちゃったで、あれは運命だっつって買ってた自分アホだな成長しちゃった。だから運命に巡り合わないようにはしてるかな。だから最近は服というね、古着という運命に出会わないように。それでも出会うんだけど、でまた来月の引き落としで驚愕するんでしょ俺なんか毎月驚愕してる気がするから本当にやばいなと思って。じゃあもうそれは運命じゃないよ。運命じゃないよね、これただ自分のエゴで日常になってます頑張ってください。ということで、本編収録準備ができたのでアイドリングトークはここまでです。本編は毎週火曜夜8時30分から FM 福岡で放送中です。ぜひ聞いてください。それでは本編の収録へ行ってきます。